うわー、マジでお店がどこもやってなくて休憩する場所がありませんね。うわー、レストランがやってないよ。いやー、マジでここしかやってないよ。どうしよう。いや、ようやくフィンランドヘルシンキ到着しました。いや、長かったですね。もともと30時間くらいの予定だったんですけど、飛行機乗り遅れてプラス10時間くらいかかりましたからね。もう2日目の深夜です。早速空港にサンタさんがいますね。空港から街までバスがあると思いますので、ちょっと探しますね。まだやってるかな。市内のバス乗れるように早い便で来たんですけど、また飛行機遅延しちゃったんですよね。うわ、こんな時に限って空港がめちゃくちゃ広い。宣言協定内の移動だと出入国の審査とか、荷物チェックとかありませんので、ぬるっと外に出てこれました。よし、ここのバスの乗り場に行ったらまだあるみたいですね。行きましょう。わ、今マイナス6度ですって。寒いよね。空港出て目の前のこのバス停かと思ったら、ここはなんか長距離用のバス停みたいですね。市外に行くための安いバスはロータリーの向かい側にあるやつなのかな。ちょっと向こうも行ってみましょう。なんか結構向こうに向かって歩いてる人いますね。600N というバスに乗りたいです。この HSL っていうバス会社みたいなんで、この辺かな。うわ、違った。さっきの長距離バスの掲示板の目の前に来てる。危ねえ。チェックしててよかった。この 600N ってやつです。乗りましょう。クレジットカードで乗れるはず。よし、乗れた。4.7 ユーロでした。安上がりで助かりました。バスに USB もついてます。いや、バス間に合ってよかったですね。ギリギリホテルにはつけるけど、晩ご飯どうしよう。お腹空きましたね。バス停降りてここからホテルまですぐ近くなんですけど、途中でお店開いてたらいいなと思ったけど、空港からここまで一つも店やってなかったですね。なんかコンビニ的なお店があれば、飲み物となんかちょっと食べるもの買いたいんですけど、それもなさそうだな。今日のホテルはここ、チープスリープホステル。まずは安宿だよね。それでは皆さん、ヒバイオタ。うわ、マジかよ。ホテルの隣、24時間のスーパーだ。やった。こんな感じのいろいろ入ってるサンドイッチ、4ユーロくらいですね。美味しそうなヨーグルト、1.2 ユーロ。いいね。卵は3ユーロ。うわ、クロワッサンが 0.59 ユーロだって。安っ。0.99 ユーロの水ありました。これ買いましょう。ありましたよ、コーラ。クロワッサンとお水とコーラ買いました。いただきます。ヒュバーフォメンタ弥勒です。フィンランド2日目、昨日はドイツで足止め食らってしまって実質1日目ですね。今日はヘルシンキの街を散策します。昨日降りたバス停から今度は市内に向かいます。こんな感じで道路の真ん中に路面電車のレーンがあるみたいですね。来ましたね。この7番線に乗ります。なんて向かはわからん。多分クレジットカードを使います。うわ、中あったけー。ここで払うんだ。昨日と同じですね。この A とか B とかっていうのは乗る区間によって決まるみたいです。
今回は C、A、B、C で行きます。フィンランドのバスはちょっと特殊で、1回乗るシングルチケットというのは 4.4 ユーロなんですけど、そのシングルチケットは90分かな、場合によっては110分乗り換え放題みたいです。あと1日に何度も利用する人はワンデーパスみたいなものもあるみたいですね。街の中心地だけの移動だったら AB 区間なんですけど、私は少し離れたところにホテル取りましたんで C 区間も含んで ABC のチケットを買いました。このハリツスカトゥっていうのかな、バス停で降りました。街並みが可愛らしくていいですね。そういえば皆さん知っていましたか？今1ユーロ184円くらいするらしいです。私勝手に150円くらいだと思ってたんで、昨日結構物価安いのかなと思ってたんですけど、184円だとだいぶ話変わってきますね。わあ、早速なんかすごい建物出てきましたね。これはハウス・オブ・ザ・エステートっていうらしいですね。日本でいうと議会にあたるのかな。さすがに中は入れないですね。うわー、すごい。柱の装飾が金色です。向かいにあるのはスネルマンさんの記念碑らしいです。スネルマンさんは、フィンランドの国民意識アイデンティティの形成、教育政治改革に非常に活躍した方らしいですね。In the 40s. Scholar? Yeah. Ah. In 44, I guess, Russia. Just a small Thank you. Kiitos. Happy holidays. はい。今散歩している方に教わったんですけども、このスネルマンさんの記念碑にあるこれは戦争の傷跡らしいですね。無事でよかった。おお、またすぐ隣に大きな建物がありますね。これはヘルシンキ大聖堂です。ヘルシンキの中心街にあるシンボル的な建物ですね。おお、すごい。朝日と組み合わさってとても神々しいですね。人が建物でかすぎるでしょ。こちら中にも入れそうなんでちょっとお邪魔してみましょう。中は意外とシンプルでしたね。ただ大きさがありますんでかなり荘厳な雰囲気はありました。うわ、朝日がめちゃくちゃ綺麗だ。ヘルシンキ大聖堂でした。急に観光客めちゃくちゃ増えたと思ったらツアーのバスですかね。多分日の出に合わせてきたのかな。かなり騒がしくなっちゃったんで次行きましょう。こんななんかヨーロッパの日常の風景いいですね。街並みが派手すぎないのがいいですよね。なんか全体的にクリーム色とか薄いピンク色のものが多い気がします。ヘルシンキ大聖堂の前に大きな像がありますね。アレクサンダー2世の像。ちょっと遠くて逆光でよく見えない。おお、海に出てきましたよ。海沿いに赤レンガの建物っていうのは世界共通なんでしょうかね。このウスペンスキー大聖堂は19世紀後半に建てられたロシア正教会の建物みたいですね。海沿いの建物と同じ赤レンガでできています。上の方には金色のなんかスライムみたいなのが乗ってますね。可愛らしい。残念ながら今日は入れないみたいなんですよね。土日しかやってないのかな。向こう側には先ほどのヘルシンキ大聖堂があって遠くから街を眺められるいい場所ですね。朝日が眩しいね。こちらは北欧最大級の正教会らしいです。待って、この海に入ってる人いるんだけど無理だろう。温泉なのかな。結構たくさんの人が水着で入ってるみたいですね。いや、意味わからん。なんか観覧車がありますね。ちょっと行ってみよう。かなり回転早いですね。まあ本当にただ観覧車があるだけですね。
まあ乗らなくていいか。水たまりも凍ってます。あの手前の建物サウナですね。サウナで整ってからあの海に入って冷やすのかな。マジ無理。ここはフィンランド湾といってバルト海の一部みたいですね。冬場には一部の海が凍ってしまうそうです。海が凍るって想像できないんだけど、海が凍るほどではないですが、今日はマイナス4度、結構寒いですね。腰に春北海道貼って戦ってます。体は大丈夫なんだけど顔が痛いんだよね。湾の近くにはお祭りみたいな屋台がありますね。クリスマスマーケットっていう感じじゃないけど、ちょっとした食事が食べられるみたいですね。お腹空いたからちょっと食べちゃおうか。ここにはフィンランド伝統料理ありそうだ。入ってみましょう。ハロー。テントの中はあったかくていいですね。お腹空きましたね。またホットドッグ買っちゃった。自分でトッピングできましたんで、マヨネーズとあとハンバーガーソース、あとフライドオニオン、ピクルス、いろいろ乗せちゃいました。さあこれがフィンランド名物ロヒケイット、サーモンのスープですね。めちゃくちゃあったかそう。いただきます。いただきます。ホットドッグ昨日も食べたけど美味しいんです。ソーセージがプリッとしてて美味しいです。ロヒケイトいただきます。細かく切ったじゃがいもとか玉ねぎ入ってて、あっさりしたシチューみたいな感じですね。めっちゃ温まる。あとロヒケイト頼んだらパンもいるかいって言われてパンつけてくれました。これはおそらくシチューに浸して食べるのかな。いいですね。そしてシンプルですけど、じゃがいもと人参と鮭、あとはちょっと香草が入ってるくらいですね。かなり温まります。キートスヘルクリスタヘルクリスマス。旅先だとどうしてもお肉とかフレンチフライが多いので、こういったサーモンシチューみたいな優しい食事もいいですね。ごちそうさまでした。なんかでっかい鳥いるぞ。あんまり見かけない鳥ですね。リリツシートナカイさんが小人たちを運んでます。サンタさんも乗せてます。ここはエスプラナーディという並木通り公園ですね。今は葉が落ちて寂しい感じですけど、ヘルシンキの中心にある皆さんの憩いの場みたいですね。街の作りは都会的なのに建物がクラシカルな感じでとってもいいですね。このペットボトルの蓋がわざと外れないようになってるやつあると思うんですけど、めちゃくちゃ飲みにくいですよね。なんでこういう作りになってんだろう。蓋なくしちゃう人が多いのかな。クリスマスシーズンだからトナカイさんとツリーのイルミネーションあるみたいですね。夜見たら綺麗なんでしょうね。なんかそこに糞が落ちてるけどトナカイでも来たのか。こんな感じで並木通り沿いにベンチが立ってて、夏なんかはここでたくさんの人がのんびり過ごすみたいです。そうだ、北欧といえばムーミンですね。ムーミンショップだって。なんだっけ、このニョロニョロしたやついたよね。名前わからん。下を覗き込むムーミン。なんかこのスナフキンってこんな間抜けな顔だったっけ。もっとクールなイメージでしたけど。うわー、この建物めちゃくちゃいいじゃん。東京の新宿3丁目にある伊勢丹みたいだ。ここはラウタティエントリという鉄道の駅みたいですけど、めちゃくちゃでかい。なんだこのスケール、すごい。これが駅か。確かにこの下はメトロの駅になってるみたいですね。どこかカフェに寄ろうと思ってるんですけど、
今日は12月24日クリスマスイブなのでクリスマス休暇みたいですね。全然お店やってないわ。アメリカのでかすぎ。カフェでもう少しゆっくりしようと思ったけど今日はクリスマスイブだからかなり早めに閉店しちゃったみたい。追い出されちゃった。なんか全然店やってないですね。寒いな。建物の間にトラムが走っててとっても素敵ですね。スーツ屋さんかな。S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXS 何これこんなでっかい人フィンランドで見たことないけどね。どんなサイズなの。うわーマジでお店がどこもやってなくて休憩する場所がありませんね。もう一つのスターバックス来ちゃったここしかやってない。ありがてえ。はい、サンドカーノいきます。安定の美味しさ。わ、お手洗いは 1.1 ユーロ。高。カードも使えます。まだ夕方5時なんですけど外は結構暗いですね。冬の北欧は本当日が短いんですね。わあ、もうイルミネーションがクリスマス感満載です。バスの時間までまだ少しありますんでローカルレストランを探しに行きます。街中がクリスマス一色だ。昼に通った並木通り公園もいい感じにライトアップされてますね。わあ、街並みも綺麗。うわ、すごいライトアップされてて皆さんが写真撮ってますね。朝いた港の方に戻ってきました。この辺りにオールドマーケットみたいなものがあるらしいです。あの赤い建物かな。全然オールド感ないね。いや、これだった。やってなさそう。今日はクリスマスカラーにライトアップされた建物を見る日みたいですね。うわー、レストランがやってないよ。明日やるクリスマスマーケットって25日しかやらないのかな。今日はなんか閉まってますね。いやーマジでここしかやってないよ。どうしよう。一応高級レストランはやってるみたいなんですけどさすがに100ユーロはきついな。100ユーロは払えませんでした。でもこれさ、エルマコっていう日本じゃないバーガーじゃないですか。まあでもお肉が2枚入ったチーズバーガーかな。いただきます。まさかクリスマスイブにマクドナルドに行くとは思いませんでした。ハンバーガー。ソーセージがバーベキューっぽい味なのかな。うん。バーベキュー味のチーズバーガーで。ファンタゼロって知ってます？ゼロカロリーのファンタレモン。うん。甘みがなくてこっちの方が美味しいかも。それではヒバイオタナーヘダンフォーメンナ。でかい。さあクリスマス本番です。7340キロ、めちゃくちゃ遠いな。サンタクロース村には北極圏との境界線があるらしいです。多分これかな。さあいよいよですよ。ここでサーモングリルが食べられるみたい。めっちゃ並んでる。おお、ここで焼かれてます。めちゃくちゃ美味しそう。コーラ来ました。サンタさん柄。おっほっほ、メリークリスマス。